んにちは。こんにちは。今日は全部自宅で作れますというタイトルで、今せっかく皆さん家で過ごす時間が長いと思うので、この機会に、こんなものも実は自宅で作れますというものをご紹介したいと思っています。とても簡単で美味しく焼けるパンのレシピとか、それから石鹸を作る方法とか、熱々のおかきを作る方法とか、その他いくつかご紹介したいと思っています。私のパンのご紹介からでいいですか？はい。それではこのパンの作り方のご紹介なんですけれども、これはもともとニューヨークタイムズに載って紹介されたレシピらしいんですが、私はこちらで知り合った日本人の女の子に教えてもらったんですけれども、そのニューヨークタイムズのレシピを、日本のブロガーの方がご自分のブログの中で日本語で、多分ちょっとアレンジも加えて紹介していらっしゃる方があって、その、サイトをもともと紹介してもらいました。で、もう本当に簡単で、強力粉と水とほんのちょっとのイーストとお塩という4種類の材料だけで、発酵に時間がかかるんですけれども、手間は全くかからないというレシピなんですね。で、発酵は最初の発酵が12時間から18時間かかるんですね。で、二次発酵が2時間ぐらいということなので、トータルで時間はかなりかかるんですが、でもその間うちに何かするわけではないので、だいたいいつも私は夕方か夜に仕込んで、次の日の昼間に焼き上がるという感じです。こねることもいらないし、時間さえあれば非常に誰でも美味しく作れるレシピです。で、ちょっと変わってるのは、オーブンをカンカンに予熱しておいて、その中に蓋付きの焼く容器も一緒に入れておいて、予熱が終わった時点でその熱々の容器を取り出して、その中にできている生地を放り込んで焼くんですね。そこだけ熱い容器を扱うところだけ注意は必要なんですけれども、本当にそれだけですごく美味しく焼き上がります。で、非常に硬いクラフトができる、硬い皮ができるパンなので、そういうのがお好きな方にはもう本当におすすめです。で、ちなみにですね、私が使っている容器はこういうものですね。で、これ前にも、おすすめキッチンツールのところでご紹介したことがあるんですけれども、クリステルっていうブランドのお鍋で、ぴったり閉まる蓋がついていて、その一番ちっちゃいサイズがこのパンにぴったりなんです。で、こういう絵がついてるので、非常に便利なんですけれども、でも別に全然もちろんこれじゃなくても、確か日本人のそのブログを書いてらっしゃる方はストーブをお勧めしてらっしゃったと思います。ちゃんと閉まる蓋がついてる容器であれば何でも大丈夫です。できたのがこんな感じですね。これ今朝焼いたんですけれども、焼く時間は30分プラス15分で45分ぐらいですね。で、私この元々の方のサイト、ニューヨークタイムズのサイトの方もちょっと見てみたんですけれども、6歳児でも焼けるって言っているぐらい簡単なレシピです。これ本当に小麦粉の味が味わえるシンプルで美味しいレシピです。いいよね。ふみちゃんが勧めてくれたから、私も気に入って焼き始めたし、それから、ママも自分のとこのオーブンで焼き始めた。そうでした。普通はさ、パンって教室があるぐらいだから、とても綺麗なパンいろいろあると思うけど、お水の温度を測ったりとかね、こね方とか多分いろいろあるのよね。でもそれね、全くこのレシピに関しては適当で大丈夫っていうのが面白いよね。そうだ、でも温度に関しては、第一次発酵が12時間から18時間なんだけれども、18時間とかっていうのは冬だったら全然平気なんですけど、夏だとちょっとやっぱりやりすぎる可能性があるので、涼しい部屋に置いて12時間発酵にとどめてますけど、それも何回かやるうちにだんだんつかめてくると思います。次にご紹介したいのは、手作り石鹸なんです。で、これは私がニュージーランドに来てすぐの頃だったので、2013年か14年だと思うんですが、
こちらで非常にお世話になった日本人の女性の方がご自分で石鹸作ってらっしゃって、でその方に触発されたのが一番初めなんですね。でその時に教えていただいたのがこの前田京子さんのお風呂の楽しみっていう本で、これ私もう一時期本当にハマって、この方のなんていうのかな、そのお風呂の楽しみ方、そのライフスタイルがすごい素敵で、この本自体読み物としても面白いんですけれども、その中でいかにその手作り石鹸が肌に優しくて作るのも楽しく、もちろんこう使うのも楽しいかっていうことがいろいろ書いてあって、すっかりハマりました。でこれはですね、基本的にはカセイソーダと、水を混ぜた水溶液と、それからオリーブオイル、パームオイル、ココナッツオイルを混ぜたものと、その両方を作っておいて、でカセイソーダって水入れると発熱するんですよね。でもそれをちょっと冷やしながら、オイルの方はちょっと温めながら、両方その温度が38度から40度に揃ったところで、こう少しずつそのカセイソーダの水溶液をオイルの中にこうかき混ぜながら入れていって、でそれを20分間かき混ぜ続けて時間を置いて、固まり始めたら型に入れるっていう、で1ヶ月ぐらい熟成させるのかな。だから時間はちょっとかかるんですけれども、なんか楽しいんですよね。でお好きなエッセンシャルオイルをいろいろ混ぜて入れるととってもいい香りだし、私も最初はいろいろ試したんですが、今はだいたいラベンダーとレモングラスとローズマリーの3種類を混ぜるレシピに落ち着いてるんですけれども、でそれを私はこういうソイミルクの入れ物の上部を切ったものにこう流し込んで型として使ってます。でこうしばらくして固まったら、この型からこの型を剥がしてこう出して切り分けて、で乾かしながら熟成させるんですけど、その時もお部屋の中がいい香りになってすごい楽しいです。で肌に、ね、すごく優しいんですよ。お風呂でこれ使ってると、だんだんなんかこう肌が柔らかくなってくる気がするんですよね。で詳しいことはこの前田さんの本に書いてあるんですけれども、なんか市販の石鹸って石鹸作る過程で出てくるグリセリンをそれはそれだけ取り出して別に売っちゃったりとかしてるらしくって、でもそのグリセリンが肌にいいので、自分で作るとそれがこう全部たっぷり入ったままの石鹸を使うことができるので肌にいいらしいんですが、本当にそれ実感します。で私今もうこの石鹸でもちろん体も洗うし、私すごいお化粧もナチュラルなので石鹸で十分落ちるので、顔洗うのもクレンジングいらなくてこの石鹸だし、で髪の毛もこの石鹸なんですね。で髪の毛洗うのもこの石鹸で、クエン酸をちょっと溶かしたお湯で流してリンスにするので、そうすると旅行に行く時もこの石鹸一つとクエン酸のパウダーを持っていくだけでほとんど用が足りるので、すごい身軽で楽です。私もともとアレルギー体質でアトピー体質だったので肌に合わないもの多いんですけど、この石鹸はすごくいいですね。そういう肌にも合います。で20分かき混ぜ続けるのが、ちょっと大変っていうことと、それからあとカセイソーダってちょっと肌に触れたらやけどするので、カセイソーダは特に水溶液になった状態で肌につかないようにすることと、それからカセイソーダの粉末に水を注ぐときに蒸気が立つので、それを吸い込まないようにすること、環境を良くすることは大事なんですけれども、それだけ気をつければ大丈夫です。でそういうことなので、私は大体こうメガネかけて、メガネかけない方は何かやっぱりセーフティーグラスみたいなのがあると安心ですね。であとゴム手袋作ってます。これもすごくおすすめです。楽しいです。詳しい作り方っていうのは、多分石鹸、手作り、コールドプロセスって今言ったような作り方の加熱しない石鹸の作り方のことなんですけど、石鹸手作りコールドプロセスで検索していただくと、多分いろんな方がレシピ上げていらっしゃると思います。で今私がちょっとお話ししたのは前田京子さんのやり方なので、もしかしたらレシピによってちょっとやり方違うかもしれませんけれども、おそらく基本は一緒だと思います。石鹸もパンもふみちゃんの、趣味ではなくて生活のルーティンになってるんだね。そうね、
そうね、もうすごい長い間してるからね。そうだよね。私のルーティンといえば、お正月終わった後、2月ぐらいかな、いつもおせんべい作ってます。何で作るかというと、なんかうちの鏡餅でちょっと味気ないこういうなんかビニールにシーリングされてるような鏡餅を使ってるんだけれども、これをどのくらいかな、切れる大きさぐらい、このくらいに切ってざるに並べるんですよ。冷たい風にさらして、そこ通るたんびになんか少し乾いてくると簡単に割れるようになるので、ちっちゃく割りながら乾燥させていくのね。完璧にカリカリになるとこういう感じ、この1個分がこのくらいになる。そう大きさとしては最終的にはこのくらいの大きさにするんですね、全部を。で、これを油でこんな風に揚げていきます。そうすると、おせんべいが出来上がります。熱々のおせんべいで、お好みでちょっと塩振ったりとか、それから辛いのとかお好きだった七味とか塩とかちょっとかけて食べると、もうあっという間になくなっちゃう感じなのでね、一人でやらないでくださいって感じかな。誰か来た時にやるとか、すごく喜ばれます。熱々のおせんべいっていうのをお試しください。意外とできるっていうほどの話ではないんだけれども、専門の粉、たこ焼きのミックス粉とか、それからチヂミの粉とかってこうミックスされて売ってるようなもの、ああいうものって私も買わなくなっても随分になるかなと思うんだけれども、大抵のものは薄力粉とか片栗粉とか上新粉とかなんかそういうようなものでミックスしてできちゃうので、作り方は YouTube が教えてくれるし、専門の粉買うとついつい使い切れなくて余っちゃってで捨てちゃったりとかするからね、そういうようなものはあまり買ってないけれども、大抵のものはできます。例えばパンケーキとかだとね、パンケーキの美味しい、レシピがあるんだけども、この本に書いてあります。これホームパーティーっていう私が書いた本なんですけれども、ふわふわのパンケーキが焼けますので、その楽しみ方もいろいろここに載ってますので、もしよかったら説明欄の方にレシピも載せておきますので試していただきたいと思います。それからもう一つドレッシングとか、それから焼肉のタレとか、それからおたふくソースとか、そういうのも買わないですね。おたふくソースなんとなく甘ったるい感じのが美味しいから、ケチャップとかウスターソースとかその辺に蜂蜜入れたりとか、なんかちょっと胡椒入れたりとかして、自分の好みに合わせるそれから焼肉のタレとかも、ちょっとニンニク吸ったりとかしてお醤油っぽかったからなとか、それから今日ちょっと韓国っぽくしたいからコチュジャン入れようかなとかいう感じで適当に合わせてるし、それからドレッシングもね、本当にここにあるなんかこうオリーブオイルとかビネガーとか、あと塩コショウだけど、そういうような基本なものに、今日はビネガーはレモンにしてみようかなとか、それから、ニンニク吸ってちょっと感じのある感じにしようとか、ちょうどコリアンダー入ってきてるからね、コリアンダー刻んで入れたりとか、その気分にすることができるので、これもミックスの粉と同じように市販のお醤油ドレッシングとかサザンアイランドとかいろんなものを揃えちゃうと瓶がすごいたくさんになっちゃうし、なんか飽きちゃったりとかするといけないからね、その時々で作るようにしています。あと私のルーティンとして作っているものとしては、金スープ、鶏のガラから取ってもいいんだけれども、鶏の手羽からよく取りますけど、こんな感じで本当にお水と、鶏ガラ、それからその時によって余ってるハーブがあったらハーブ入れてもいいし、ネギの上だけ入れてもいいし、それからニンニク入れる時もあるんだけど、ちょっと香りのものを入れて、で1時間くらい煮込むだけなんですけれども、なんか何が気に入ってるかっていうとね、もちろん味がナチュラルですごくいいっていうことと、それから出来上がった後、私はちょっと常温まで冷まして、一晩冷蔵庫入れとくので、もう手羽をその入れっぱなしで、そうするとさらになんか
旨味が抽出されるような気がして、で翌朝を出す冷蔵庫から出してくると本当にもうコラーゲンプルプルみたいな感じのスープなんです。気のせいかツヤツヤになるような気もしてまあ10日に1遍ぐらいは取ってるかな。で、まあもちろんいろんな他の野菜入れて野菜スープにすることもあるし、ポタージュにしちゃうこともあるし、それから、ニンニクちょっと吸って、ラーメンのつゆにしたりとか、それからそのスープでリゾット作ったりとか、まあ、いろんな風に変化させてます。ナチュラルで、どんなお料理にも変化できるようなオールマイティーなスープが簡単に取れるので、仕事しながらとか、それからまあ掃除しながらお鍋かけて一つのルーティンになってます。それでさっきのパンなんですけど、はるちゃんも焼いたんだよね。そうなの。いい感じいい感じ。やっぱりちょっと焼いたの。そっくりだね。当たり前だけど。そうだね。お鍋の大きさとかだけだからね、違うのはね。そうだね。うちはオーブンが大きいし、それから蓋付きのしっかりした鍋っていう割と厚手の鍋がいいんでしょ。それがあんまりなく、巨大なのを使ってるんだけれども。そうか。そしてさっきちょっとお話しするのを忘れたんですけど、これ本当にかなり外側硬くできてるので、普通の包丁だと危ないと思いますので、こういうギザギザのついたパン用のパン切りナイフで切ってください。はい。ちょっと切ってみる。断面はうまくです。こんな感じですね。私もこんな感じかな。これ下まで気泡が入ってるとなんかちょっとうまくいったって気がする。そうなのね。潰れてないから。なんか下がすごい詰まっちゃって上だけ気泡があるっていう場合もあるんだけど、私今日は割とうまくいってるかな。私のもうまくいってる。はるちゃんも綺麗。ちょっと中がもちもちって感じだよね。で外が硬い。これシンプルなのでサンドイッチにも合いますね。そうね、よくサンドイッチにしてる。でなんか今日いろいろ手作りするものを自宅で作れるものをご紹介したけれども、でなんでこういうものを作るかって言ったらやっぱりプロセスが楽しいってこともあるんだけど、やっぱりお店で買えない良さがいろいろあるからよね。もちろん材料をさ自分が全部知ってるわけだから何が入ってるか分かってて安心だし、美味しいし、それと達成感かな。あとやっぱり石鹸なんかも多分ビジネスでやってると採算が取れないようなことも自分でやるとできるわけだから、贅沢な材料を使ったりとかも、そういうのもやっぱり手作りの良さだよね。そういうことね。すごい説得力あるね。そうよかった。それでは今日はご視聴ありがとうございました。次回なんですけれども、お家の中でどういうふうにお花を楽しむか、どういうふうに生けて楽しむかっていうお話をしたいと思います。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。